はい、では早速インタビューの方をさせていただきます。まずは自己紹介の方からさせていただきます。インタビュアーの、経済学部3回生の石本聡です。よろしくお願いします。と経済学部3回生の小林大輝です。よろしくお願いします。では早速澤田さんの自己紹介の方をお聞きしたいのでよろしくお願いします。私は澤田太郎と申します。1960年生まれで、滋賀大学は31回卒になります。で、出身は神戸市で、今現在は、株式会社大丸松平百貨店の代表取締役社長をしております。ありがとうございます。では早速質問をさせていただきますね。まず最初に、今日実際にリーダーシップ論の講義を、してみて、現在の滋賀大生はどう思いましたか？また昔と比べて何か変化を感じましたか？そうですね、どこを比較するかって話にもなるんですけど、一つ言えることは、僕たちの時代の僕の友人たちと比べると、皆さんなんかいいお洋服着てるなっていう感じですよね。なんかもっと汚い服着てたので、それとやっぱり学内の雰囲気が、女子が結構目立つっていうことが驚いちゃいました。本当に男ばっかりのそうなんです。びっくりしました。ありがとうございます。じゃあ次に学生時代のことで最も記憶に残っていることをお話ししていただけるといいかなと思います。そうですね。滋賀大生がね、彦根市内において滋賀大生っていうもののそのバリューがね、あるなっていうことが一つ分かった事件がありましてね。よく行ってたその友達のアパートで麻雀してたんですよね。で結構夜中までなって明け方にじゃあ帰るって言って、で自分のマンション自分の下宿まで帰った時に鍵がなかったですね。入れないんですよね。はい。それで自分の部屋は2階だったので、塀に登って瓦をちょっとこう上がっていったら窓を開ける環境だったので、登ったんですよね。で瓦まで行って扉に窓に手をかけるあたりでちょうど明け方だったんですけどね、そのおまわりさんがね、警察官が通ったんですよ、下自転車で。で、君って言うよって何してんだよとかって言われて、で、男って言われたんで、完全に泥棒に見えたんですよね。で、男って言われて、溺れていって、で、何してんの言われたんで、いや、実は僕ここで住人なんだけどね、鍵ちょっと持って忘れたんでって言って、で、滋賀大ですって言ったら、滋賀大生ですって言ったら、滋賀大生やったらまあいいわって言われて、無罪放免されたんですよ。嘘みたいな話ですけどね。当時だから言われたんですよ。その時みんなに言われたら滋賀大はそうよと。彦根においてはね、多分京都で滋賀大生っていうのも多分ダメだと思うけど、彦根で滋賀大っていうのは、すごいこう信頼があるというかな、市民の皆さんが警察官も含めて、それを感じましたね。なるほど。はい。なんか水戸黄門みたいですね。なんかそうね。だから学生証を持ってたわけじゃないんよね。同盟でも滋賀大生に見えたんじゃないですかね。なるほど。警察官が。やるかと思うけどな。ありがとうございます。なんかもうちょっと違うこと言った方がいい？いや、もう全然大丈夫です。めっちゃ面白いですよ。もうそんな感じでやっていただけです。次ちょっと変わるんですけど、今度澤田さんの権威に関しての質問を権威に関しての質問をさせていただくので、もしかしたら答えにくい質問もあるかもしれないですけど、よろしくお願いします。では早速、澤田さんが考えるリーダーに求められる力って何でしょうか？リーダーに求められる力、リーダーシップの話ですよね。そうですね。だから僕は思うのはやっぱりその能力以前にね、やっぱりその芯となるものね、人間性っていうかな、パーソナリティって言いますかね、個性っていうか、そこが僕は大事だと思うんですよね。だからいくら能力があってもそこの芯のところがあまりはっきりしない人っていうのは、リーダーシップを発揮の言動でね、行動者としてもやっぱりね、ちゃんとしたリーダーシップにならないと思うんですよね。やっぱりそのハートっていうかな、そこの部分をいかにこう鍛えるっていうか、その自分の中でいいように持っていくかっていうことが重要だと思うんですよね。だからそれでいうとね、だからなりたい自分っていうのはやっぱり自分の中でビジョンを持っとかないと、そこに行けないじゃない。そうですね。何でも目標がないとさ、だからその明確に決める必要ないと思うんだけど、やっぱりなんかそのビジョンみたいな自分こうなりたいなっていうのがあって、それなんかそういうふうに持っていくっていうのかな。
そういうのが大事なんじゃないかなと。だからそれがまあリーダーシップの一番の基本だと思うし、あとまあ講義でも言いましたけども、環境が変わって戦略が変わるとリーダーシップ行動に変えなくちゃいけないので、いつまでもその同じリーダーシップ行動にとらわれてたらこうミスマッチしちゃうっていうことがね起きるっていう。だからそこは変容しなくちゃいけないっていうところも僕は結構ポイントなんだろうなと思ってるんですけどね。でもそれで自分自身もどのような人になりたいかっていうのを思った上でこれからちょっとなんか考えていきたいと思いました。大事なことですよね。そこはね。もう核をしっかり作っていかないとダメっていうことですよね。もう学生時代のね。はい。そうですね。頑張っていきます。はい。次に大丸松坂屋百貨店という大きな組織のトップとしてプレッシャーを感じることがあると思うんですけど、そういったプレッシャーにどのように向き合われているのかっていうのをお聞きしたいです。まあ日々プレッシャー感じるわけじゃなくって、やっぱりその株主総会とかね、そういうところに出ていくときには多少緊張しますよね。でこれはもう公表してるから言いますけど、社長になったのが20年で、コロナ禍だったので、だからその20年度の決算っていうのは、赤字ですよ、大赤字。大丸松坂屋ね。でこんなん赤字になったらもう本当に久方超えのことなので、そこはちょっとこうプレッシャーというか、まずいなとは思ったけど、でもこれどう考えても環境が違うのでね、お店も営業できなかったりするので、これはちょっとそこまで責任感じる必要もないだろうと思ったので、むしろこれから先どう成長させるかというところを、コロナになったからね入れるところもあるので、だからそっちの方に切り替えたので、だからそういうのプレッシャーみたいなものはねないけどね。そうなんですね。ないよ。だから緊張するのはその株主総会ね。株主総会もあらかじめその想定でしてたところで原稿も出たけど、ちょうどその質問が来たんで答えようと思ったら、立った瞬間に暗くてね時間見えなくなっちゃったんですよね。だから大手とか頭を覚えてることを喋ったら、うちの社外取締役なんかね、今日の方でいただいたけどね、よかったよかったって、その読むよりよかったよって言われて、いや、読めなかったんですよねって、あの時はちょっと慌てたね、どうしようかなと思って、慌てました。その時はプレッシャーありましたよ、やっぱり。一番上場給料って大事なところなんでね。そうですね。はい。ジアフロードリテイリングが上場してるから、そこの一員として出てるわけですけどね。結構百貨店に対して質問が多いんでね。ありがとうございます。続いて、仕事を通じて一番嬉しかったことって何ですか？仕事を通じて。そうですね。だから家庭を持ったとかそういうことじゃなくて。仕事の話で書いてます。そうですね。だから仕事はだからさっきも言ったけど、阪神・淡路大震災の時にね、神戸にいて、神戸大丸はその市民の皆さんが復興のシンボルだっていうふうに言っていただいたことは、一番嬉しかったね。だからその役に立てるんだっていうね、市民の皆さんを勇気づける一つの役に立ったんだっていうことが実感できたので、それはものすごい嬉しかったよね。そうですね、僕も今日の講義を受けて、ぜひ足を一度運んでみたいな、行ったことがないので、その神戸大丸の。いや、おいでよ。行きたいなと思いました。僕は言いませんけどね。サービスしてくれませんか？いや、この日に分かってたら、別に。本当ですか？なんかな。ほんまにそうですか？ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。とても嬉しいです。どこご出身なの？僕は三重県出身、三重県東ですね。松菱か。松菱伊賀市です。松菱百貨店なかったっけ？僕ちょっと知らないです。三重県の情報あんまりなくて。長島温泉やな。そうですね。ありがとうございます。で、次の質問なんですけど、仕事で課題を解決するときに大切にしていることって何なんでしょうか？やっぱりあれじゃないですかね、仮説をまず持つってことじゃないでしょうかね。だからその課題を課題としてなんかやるんじゃなくて、いくつかの仮説を持ってやってみる。で、今こういう時代なんでね、あらかじめ正解というものを探し出して時間をかけてね、でやれっていう感じじゃなくて、いくつかの仮説を持ってて、やってみてダメだったら次っていうのをやった方が絶対早いので、だから仮説を複数持つってことじゃないですかね。もうすぐ切り替えていくっていうことです。なるほど。ありがとうございます。ちょっとこの質問ちょっと答えづらい質問になるかもしれないんですけど、その反りの合わない人と協力して成果を生み出すために、大切にされていることって何ですか？反りが合わないっていうのはなんか難しい言葉ですけど、どういう意味？価値観が違う。ちょっとこの人とはちょっとうまくやっていけない。価値観が違うっていう。そうです。はい。
まあでも価値観が違うんだったら話し合いでねその共通のすり合わせをしたらいいんじゃないですかね。その価値観の違いだよね。そうですね。コミュニケーションを大切にされる。コミュニケーションでしょ。だからそれがないとなんかほら生理的にさ合わないとね。もしそういうことであればちょっと困っちゃうよね。なるほど。でも僕あんまりだからそういう人はないような気がするけどな。それが合わないっていう。講義中もおっしゃってましたよね。変人から好かれる。そう変人から好かれるね。なんでしょうかね。すごくあれね。ちょっと最近亡くなられた551蓬莱のね、あの時っていうおじいちゃん、田中一生さんって言うんだけど、常務やねんけどな、めっちゃ変わってる人やねんけど、めっちゃ長い。そうなんです。あの人仲いい人ばっかり集めて、食事会とかしたらみんな返事ばっかりで。俺はその時そう思ってなかったんで、自分が普通なので、田中さんが仲良くしてくれてると、中華役でね、思ってたら、集まったやつみんな返事かかってこない。俺も多分そう思われてるんだろうなと思って、ね、それからちょっとずつ自覚し始めたね。ありがとうございます。で、次の質問なんですけど、新入社員の頃から今社長になられるまで、もう一貫して大切にしていることっていうのは何なんでしょうか。そうですかね。まあ一貫してっていうものがあるのかな。まあでもあれですよね。うちの大丸千里小売っていうのがね、義を先にして利を後でっていうその社税があるので。まあちょっといいように言うとやっぱり利他の心っていうんですかね、それは、心がけてるっていうか、新入社員の頃からね。ありがとうございます。キャリアに関する最後の質問です。社長として成し遂げたいことは何ですか。成し遂げたいことは、若い人たちも含めてなんか百貨店ってもうちょっと終わってんじゃないかみたいなね、そういうちょっと風潮みたいなものがあるようにも感じるんですけど、決してそうではないということを証明したいし、まだまだ成長する余地がね、あると。ただリアルのお店の一本足ではね、おのずと床面積を増やしていくっていうことが、小売業では売り上げ上げる一つのセオリーなんだけど、今この状況で百貨店をどんどん出していくっていうことはね、得策じゃないんですよ。ということはだからリアル店舗だけで商売しようと思った時にはその成長しないんじゃないかっていうふうに思われるんだけど、今日も少しお話ししましたけど、もっと違うチャンネルもあるので、だから小売っていうところだけ、小売っていうのは仕入れて売るっていうところが小売になってるんだけど、収益の取り方もいろいろあるので、まだまだ成長できるよっていうところをまず提示して、でみんなでそれを成し遂げるっていうか、でイコール皆さん認めていただいて株価も上がって企業価値が上がっていくっていうのね。同じ百貨店の中でもなんか大丸松坂ってちょっと違うねっていうような、だから産業分類どうしたらいいのか分かんないねっていうふうな、そういうところを目指したいなと思いますね。多角化していくってことですね。そうだね、いろんなことをね。なるほどね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いての質問なんですけど、もう一度大学生に戻るとして、どんな進路を選ぶと思いますか。進路ね。それで業種や企業はどんなものでしょうか。そうだね、僕、もう一回大学って滋賀大学に戻ったらという意味。違う大学でもいいの。もう違う大学で。違う大学はいい。そう。だから大学はどこでも別にいいんだけど、進む仕事としては、興味があるとか。もう一度やれるんだったら、なんかエンターテインメントのね、感じの仕事に就きたいなって思うね。なるほど。具体的になんかテレビとか音楽とか。だから例えばこう舞台とかね、だから映画に関わることとか、だから別にアニメでもいいんだけど、だから今テレビ局に行く人なんて結構志望する人はね、アニメを動画にできるでしょ。そうですね。そういうのもそれ楽しいらしいし。そういうものも含めて、サブカルチャーも含めてなんですけど、なんかエンターテインメントに関わる仕事をね、したいなと思うね。なるほど。間違っても硬い仕事はしてもね。そうなんですね。ありがとうございます。では最後に滋賀大学の後輩に向けて、これからこういうふうに生きていってほしいっていうメッセージがあればお願いします。そうですね。ですからなりたい自分っていうねものをね、しっかりと
イメージでもいいのでなんかイメージしてもらってそれをまあ一つのビジョンとしてもらってなんかそこに向けてこうその実現に向けてこういろんな経験を積んでいくっていうことをしてほしいですしそのなりたい自分っていうのはなかなかねそんなに若い時に明確にイメージできないと思うのでそれはおいおいこう20代30代のいろんな経験を経ながらその自分の中でイメージできればいいと思ってますけど、まあ、でも本当にそういうイメージがないと、多分なんか人生つまらなくなっちゃうと思うので、まあ、そのことかなそのことを、まあ、アドバイスとして覚えたいと思います。ありがとうございます。それでこれでインタビューを終了させていただきました。ありがとうございました。